皆さんこんにちは、いまりです。日本はどんどん寒くなってきて、私は今日モコモコの服を着ています、すごい寒いんですよ。というのもこの部屋が特に寒くて、リビングにはエアコンがあるんですけど、この部屋にはエアコンがなくて、どこまで耐えれるかなっていうのをちょっとチャレンジしています。ね、できるだけなんか暖房使いたくないなと思って、私が持っているのはストーブなんですけど、石油ストーブ。石油を入れてつくストーブなんですけど、それはお家にあるんですけど、やっぱり石油も高いし、なんかできるだけ耐えれるなら耐えたいなと思って、まだ11月だし、耐えようと思ってます。だからね、あったかい格好をしてできるだけ寒さをしのいでいます。はい。ということで、今日のテーマなんですけど、日本人はLINE とかメッセージとか返信が遅いのかっていう話をしたいと思います。なんかこの話も時々聞くことがあって、よくね、友達に言われたりするんですよね。なんか日本人とLINE とかすると、あんまり返信が来ないんだよねみたいな、そういう話を聞いたりするんですけど、私の考えとか、私はこういう感じで、私の周り、日本人の友達もこういう感じかなっていうのをちょっとお話ししたいと思います。でも正直これがなんか日本人の特徴なのかなって言ったら、なんかそんな風にはわかんないっていうか思ってて、日本人だから返信が遅いのかって言ったら、なんかそういう風には言えないのかなって思うんですけど、まあ人によるからね、この人は返信が早いっていう人もいれば、なんかこの人はすごく長文で丁寧に返してくれるけど返信が遅いとかね。この人はすごく早いとかね。なんかそういうね、人によってやっぱり返信の仕方も違うと思うので、日本人の特徴っていうふうには言えないかなって思うんですけど、私の感じをちょっとお話できたらなと思います。私が考えたのは3つあります。まず1つ目なんですけど、1つ目は、相手との関係性によるなって思います。私の場合、家族と LINE をするとき、例えば私妹がいるんですけど、妹と LINE をするときには結構短い文章で適当に返します。まあ用事がある時だけのやり取りになるので、なんかそんなに丁寧に返すわけじゃないし、お互いね、兄弟だから、ままあ適当でいいかなっていう感じで、別に絵文字とかもそんなに使うことないし、用事がある時に、パッパッパっていう感じでやり取りはします。でも、友達と連絡をする場合、友達と LINE をする場合は、あんまり、短い文章で、パッパッパっていう、なんか早い返信のやり取りっていうのは、あんまりしないですね。なんかね、返信するのもだいたい30分後とか、1時間とか、朝に LINE が来てても夜に返したりします。あえてそうしてるのっていう質問があるかなって思うんですけど、まあ結構あえてしているかもしれないですね。なんか早く返信が欲しい内容だったらすぐに返信するんですけど、まあゆっくりでもいいかなっていうものには、あんまりすぐ返信しないです。理由は、丁寧に返したいから。なんか時間がなくて仕事もあって忙しい時にパパパって返信するとなんか雑になっちゃうじゃないですか。なんかそれがあんまり私は好きじゃないので、丁寧に返したいなって思ったら、結構時間がある夜とか、全部仕事が終わった後とかに、まとめて返信することが多いです。だからなんか関係性によるなと思って、
友達だったら、やっぱり結構ゆっくりめに、丁寧に返すし、でもこう、早い返信が必要な時は、すぐ返したりはするんですけど、家族だったら、適当でいいので、パパって返したりしますね。だから、こう、関係性によって、返信の速度が違います。例えば、私とまめこはすごく仲がいいんですけど、ね、もう10年くらいずっと仲がいい。でも、返信はお互い別に早くないですね。なんか仲がいいから、家族に近いっていうかね、すごいお互い心を許してるし、なんかそういう関係性だけど、結構 LINE は丁寧に返したりします。例えば、今日一緒にラジオ撮ろうみたいな、そういう時には、今空いてるとか、今から撮るみたいな、そういうのは結構お互いね、早く返信するんですけど、なんか別の内容とかだったら、結構ね、時間がある時にお互い返すし、あんまり気にならないですね。なんか、まめこからの返信が遅いとか、なんか、なんで返信してくれないんだろうとか、あんまり気にならないかなって思います。例えば、大事な LINE をして、2日間とかね、LINE がなかった、返信がなかったとか、そういう時には、あれ、まめこどうしたのかなって思うことはあると思うんですけど、基本的に、返信が、例えば朝に送っても、夜に返信が来ても、なんで早く返してくれないんだろうとか、そんな風には思わないかなって、多分お互い思ってないと思います。まめこに限らず、他の友達とも私は結構そんな感じです。時間がある時にお互い返すみたいな感じです。これ違いますか？他の国と違うのかな？わかんないんですけど。で、二つ目は、さっき関係性って言ったんですけど、さっき関係性の時にも話しちゃったんですけど、状況によるかなと思ってて、その状況っていうのは、例えば何かを約束してるとか、今日会う約束をしていて、今着いたよとか、今どこにいるとか、そういう話をするときには、やっぱりね、返信はね、早く返さなきゃいけないから、早く返信します。あと、明日の予定どうするとか、そういう予定を確認したいとき、そういうのはね、早くね、お互い返信して、予定を立てる必要があると思うので、そういうのはね、あんまりこう考えず、パッパッパって返信をするかなっていう感じです。私的には返信が遅いのは、すごい必要な時に遅かったら、例えばこうね、LINE が来ているのに気づかなくて遅くなっちゃった。そういう時にはごめんねって思うんですけど、そんなにこう早い返信は必要じゃないやつには、普通に返すし、例えば、未読ってわかりますか？読んでいない。で、未読無視っていう言葉があるんですよね。例えば、LINE で、未読、読んでいない状態で無視をする。未読無視。で、私は結構未読無視もすることがあって、LINE 来ているのは分かっているんだけど、今返す余裕がない。今はあんまり時間ないし、丁寧に返したいから、ちょっと未読のままにしておこうって思うんですよ。で、あえて既読じゃなくて未読にする理由なんですけど、既読っていうのは読んだってことですね。既読無視。読んで無視する。で、私は時々未読無視をします。読まずに無視する。だから来ている状態で読んでないっていう感じです。で、それは、未読にしておくとさ、ずっと通知があるので、返信を忘れないんですよね。既読にしちゃうと、時間がある時に読んじゃって、で、後で返信しようって思って忘れちゃうみたいな。普通に1日2日とか3日とか、そういうふうに忘れちゃうこともあると思うので、あえて未読にしといて、夜に返信したり、そういうふうにすることが結構多いかなと思います。私のお友達も多いかなって思うんですけど、こう、未読だとしても、
未読だったら、あ、忙しいんだなって思うし、ね、緊急の用事じゃなかったら全然気にしないです。どうですかね。これは日本人特有なのか、人によるのか全然わかんないんですけど、じゃあ最後の3つ目。3つ目は、単純に返信を忘れるっていうパターンもあると思います。で、さっきみたいに未読にしておくと、通知がそのまま残っているから、読んだ時に、時間があって読んだ時に返信ができるんですけど、既読にしちゃうとね、返信をすることを忘れちゃうことがあるんですよね。だから単純に忘れている場合、忘れていて返信が遅い。そして3日後とかに気づいて、ああ、ごめん、忘れてたっていう場合も普通に私はあります。私の友達も普通にあります。なんか私もあるし、友達もあるし、ね、そんなに気にしないかなっていう感じです。特別な返事はいらないよっていう時、ただ私の報告をしたいだけで、特別な返事はいらないよっていう時には、結構私は返信不要だよって送ります。例えば、まめこに LINE をする時に、まめこ今日はね、こうだったんだよって最後に、返信は不要だからね、気にしないでねっていう感じで、返信はいらないよっていうのをつけることもあります。あと、自分が友達の LINE を読んだり、家族の LINE を読んで、特別な返事はいらないかなっていう時には、スタンプだけ押したり、リアクションだけすることがあります。全然普通に了解っていう感じでスタンプを押します。そうするとね、相手も別に返信はないし、用事がある時にまたメッセージが来るっていう感じですね。はい。私が話したのは私の場合っていうのと、私の友達の場合っていう感じです。で、まとめると、私の友達とか私の周りでは結構ポンポンポンって早いやり取りをすることは少ないかなって思います。大学の時とか、若い時は結構早いやり取りをしてたし、面白いやり取り、冗談みたいなやり取りもパンパンパンってよくしていたんですけど、みんなもお互い働いているし、ね、家庭がある人もいるし、暇な時間が一緒じゃないっていう場合が普通なので、あんまり気にせず、時間がある時に返す。で、私の場合は、時間がある時に丁寧に返したいから、長文になることもあるんですけど、丁寧に返すっていう感じです。だから、返信がなくても気にしなくていいかなっていうのは私の考えなんですけど、それが日本人なのかって言ったら、私はその日本人代表じゃないし、わかんないんですけど、私の周りはそんな感じですっていう感じです。違いありますか？皆さんの国と私が今言った話で、違いはありますかね？どうですか？はい。もし違いがあったら教えてください。私も全然分かっていない部分とか普通にあるので、皆さんの国のことも教えてください。はい。では今日も聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。